皆さんこんにちは、とこママ情報局です。さて2025年も始まりまして、早くも1ヶ月が経とうとしております。とこママ情報局もですね、元気に、楽しく参拝活動を行っております。それでですね、昨年ぐらいからなんですけれども、とこママ情報局の動画の下に、いろんな各国の言葉の字幕を出すようにいたしました。ただですね、字幕が元からオンになっている方はですね、ちょっとね見づらくなってしまいますので、字幕いらないわという方は、ご自身の方の設定で字幕オフっていうところがありますので、ぜひね消してご覧いただいてもいいのかなと思います。はい、ということで、今日は上野にやってまいりました。後ろに見えておりますのは、はい、不忍池です。今日はねすごく天気も良くて気持ちいいんですよ。そんなね、不忍池と言いますと、弁財天様が非常にね有名ということで、今年見年ですので、去年のうちからね、弁財天様お参りしたいなと思っておりました。でね、この不忍池の弁財天様には宇賀神様の像もあるということで、この宇賀神様を拝見するのもね、今日の大きな楽しみの一つになっております。はい、それではですね今から、不忍池の弁財天様お参りに行ってこようと思います。 JR 上野駅。今回は不忍口の改札を出ます。上野駅も広くて駅構内でよく迷子になります。この日は平日でしたが、ご覧のにぎわい。ほとんどがキャリーバッグを持った観光客の方々ですね。上野公園内を通っていきます。今ちょうど春節といって中国の旧正月なんですよね。で、中国から日本に旅行に来られている方たくさんいるみたいでして、上野駅はもう本当にね、スーツケースを持ってもう中国語を話している方たくさんいらっしゃいました。でこの上野公園の中に入ってくるとね、なんかそんなもうざわざわした感じではなく、ちょっと静かなんですけれども、ここから不忍池の方に向かっていきます。今日はね天気が良くて気持ちいいんですよ。上野駅からはずっと道路を進んできても来れるんですけれども、私ちょっとねぐるっと遠回りしてしまって上野公園の中を通ってきたんですけれども、こちらですね、着きました。不忍池に鎮座する弁財天様ですね。こちらもねお正月はすごい人だったみたいですね。ここに書いてあります東叡山寛永寺弁天堂っていうね石碑が立っています。緑の屋根が綺麗ですね。1、2、3、4、六角形、八角形、どっちだろう。なんかそんな感じの屋根の形状ですね。はい、こちらに手水舎がありましたので、ここで清めてまいります。不忍池弁天堂は江戸初期の寛永年間に次元大師天海大僧正によって建立されました。
不忍池を琵琶湖に見立て、竹生島の宝厳寺に見立てたお堂を建立。それがこの弁天堂です。本堂の前には奉納された提灯がずらりと飾られています。でやっぱり寛永寺お寺ですので、こちら、はい、香炉がありまして、ここで100円お支払いをして、このお線香をこちらにお供えすることができるという形になっています。ここで火をつけられる。すごい、すぐに火がつきますね。今日一番のお目当てがありました。もうね、今日はね、こちらを拝みに来たと言っても過言ではない、そういったものなんですけれども、はい、本殿の前にこちらですね、宇賀神様です。鳥居がありまして、その下にですね、体が蛇、頭が人間というね、そういった神様、宇賀神と言いますけれども、いやもう蛇年にね、ぜひとも拝みたい神様ですよね。ただ面白いのが、やはりこの鳥居の上にこういったね、ちょっと仏教のものを思わせるものが置かれていたりしてね、でこの台座にはちゃんと宇賀神の秘宝とかね、そういった説明書きも書かれておりまして、見てください。はい、三鱗。この像は弁天堂再建60年、大黒堂再建50年を記念して2018年にここに祀られました。宇賀神とは中世以降日本で信仰された神様で、幸福や利益、知恵、財力の神とされる弁財天と、また白蛇や羽化の御霊の神と同一ともされています。日本の神様と仏教の集合が複雑に混ざり合っていますね。宇賀神像の後ろには一本の柱が立っています。この柱は奥のご本尊とこの糸でつながっていて、柱に触れることでご本尊の功徳を得られるというものです。私も触らせていただきました。ご本尊とのつながりを感じることができます。それではいよいよご本堂へ。朱色が鮮やかで美しいご本堂。こちらは誰でも中に入って参拝することができます。神社のご本殿はご祈祷を受けるとき以外は中に入れないので、いいのかなと思ってしまいます。そしてなんと中での撮影も OK。 芝の増上寺でもそうでしたが、寛容なご対応ありがたいです。ご本尊は八臂弁財天と言われる弁財天様で、8本の腕があり、手に煩悩を破壊する道具を意味する武器をお持ちになっています。秘仏として祀られているので、普段は拝見することができませんが、年に1日だけ、9月の大祭の日だけご開帳されます。拝見できる御前立ご本尊にお参りさせていただきました。ご本尊のお優しい力を感じられるこの距離感、嬉しかったです。そして天井にはじゃーん、金龍が描かれています。
この天井絵は昭和41年に児玉希望画伯により描かれたもので、立体的で今にも飛び出してきそうな迫力です。はい、こちらにはですね、大黒天様もいらっしゃいますね。ちょっとね、大黒天様にもお参りしたいと思います。こちらですね。こちらの大黒様は豊臣秀吉公が大切にしていたという伝説があります。大黒天は福を招く神として知られていますが、幕末の戦争や太平洋戦争といった難を逃れ今日に至っていることから、最強の厄除けのパワーもありそうですね。弁財天様といえば琵琶。こんな素敵な琵琶の絵馬もあるんですよ。そしてこちら、白蛇は弁財天様のお使い。この絵馬に願いをしたためれば、弁財天様に白蛇様が届けてくださいます。ご覧のように上り旗を奉納するとお名前を入れていただけます。こちらが弁財天と大黒天の御朱印です。御朱印を授かったところで嬉しい出来事が。なんと視聴者さんに声をかけていただいたんです。はい、いつもありがとうございます。いえいえ、沖縄からです。ね、沖縄からいらっしゃる。沖縄から神社巡るってなかなか珍しいと思いますよ。珍しいですよね。はい、すごいお元気な方、アクティブで。もうなんか、まあ一応リタイアして何年も経ってますけど。ね、そう見えないですね。なんか神社巡りお好きだっていうことで。もう京都だったら一人で6時間とか歩いてますよ。もうね、京都とか行きたいとこいっぱいありますよね。京都もそうですよね。鴨上まで行ってどんどん降りていって8時間っていうのがあります。そういう本当に神社巡り、見習わなきゃいけないぐらいすごい。いやでもね、お着物ではなかなか歩けない。いやもうね、ちょっとね、自分はもうこんな格好なんで。いや、こんな感じで、いや、ありがとうございます。嬉しい、こんな出会いもね、今日はありました。YouTube をやっている者にとって視聴者さんから声をかけていただけるのは本当に大きな励みになります。こうさん、ありがとうございました。はい、ということで、上野寛永寺の不忍池の弁財天様、いかがでしたでしょうか。こちらね、ご本堂の中も撮影していいですよと許可をくださいまして、おかげさまでね、ゆっくりと撮影、そして参拝をさせていただくことができました。本当にありがとうございました。はい、それでね、宇賀神様の像も拝見することができましたし、あと沖縄からいらっしゃったっていうね、こうさん、視聴者さんもね、声をかけてくださったりしてね、これも弁財天様がつないでくれた縁なのかなと思って、こちらにも本当感謝の気持ちでいっぱいです。さあもうね、今年見年ですので、やっぱり蛇神様にまつわる神社仏閣いろいろお参りしたいなと思っておりますので、必然的にね、やっぱり弁財天様が多くなるのかなとは思っておりますけれども、もちろんね、弁財天様以外のやっぱりね、パワーがありそうな、ご利益ありそうなところ、これからもね、どんどん参拝、するために出かけていこうかなと思っております。弁天堂を後にして向かったのはこちら、東京国立博物館。こちらでは今、特別展大覚寺展が開催されており、開創1150年を迎えるのに先立ち、雅な襖絵や障子絵などの障壁画など優れた字宝の数々が公開されています。その大覚寺展とのコラボスイーツが楽しめるということでやってきましたのは、東京国立博物館の法隆寺宝物館にあるこちらのカフェ、ホテル大倉ガーデンテラス。そう、あのホテル大倉が運営するレストランなんですよ。一面ガラス窓でさんさんと光が差し込む明るい店内。それでいて落ち着いた大人の雰囲気。ホテル大倉名物のフレンチトーストやランチメニューが充実していますが、おすすめはこちら、
特別展とのコラボパフェ。特別展の内容に合わせて同じ会期中に味わえるその時だけの期間限定パフェなんです。今は大覚寺店とのコラボ。じゃーん、見てください、この雅なパフェ。題してスプリングパフェ。まさにボタンや白梅紅梅が描かれた豪華な障子絵のイメージ。色とりどりのフルーツやスイーツは御所に咲く春の花々です。いつまでも眺めていたいほどでしたが、桜のアイスが溶けちゃうのでいただきます。フレッシュなフルーツとクリーム、ふんわり食感やひんやり食感など一さじずつがすべて違う味わいで楽しい。また雅な障子絵もイメージしながらいただくと、より一層その世界に引き込まれていろいろな感覚で楽しめました。スタッフの方々のご対応なども素晴らしく、ホスピタリティの面でもさすがホテル大倉でした。ごちそうさまでした。大覚寺店は3月16日まで。パフェも同じ期間中の提供となりますので、ぜひ味わう特別展の方も合わせて楽しんでみてくださいね。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いいたします。